こんにちは。お元気ですか？今日は3月14日の土曜日ですね。今カレンダー見て思いましたけど、今日はホワイトデーというものでしたね。土日とかがね、ホワイトデーというかね、バレンタインデーとかだとね、ちょっと会社勤めだった時はね、ちょっとホッとするなっていうのをちょっと思い出しました。別にね、バレンタインデーだからあげるあげないに気を使うっていうのがね、あんまなかったけど、私は基本的になんていうか、そういうのはスルーするタイプだったのでそういうのはなかったんですけどね。場合によってはチョコレートをいつもお世話になっている人にあげたりとかいう人はいたかもしれないですね。でもどうだろう。昔に比べて結構そういうのはしないっていうのが普通になってきたのかなっていうような気がしますね。お互い気を使っちゃうっていうのもあるし。いや、どうなんだろう。それでも男性は欲しかったりするものなのかな。だから土日とかだとね、その余計なこと考えなくていいから、考えなくていいからっていうか、もともと考えてなかったですけど、楽っちゃ楽かなって思ったりしますね。すごい小さい会社で一つの事務所しかないとかね、そういうアットフォームなとこだったら、結構その女性みんなでお金出し合って、チョコレートをあげて、で、ホワイトデーに男性陣がまたみんなにちょっとお菓子をお返しするとかね、そういうコミュニケーションの、そういう遊びみたいな感じでね、あとは、いつもありがとうみたいな、そういうきっかけとしてね、お互いコミュニケーションをする。そういうのでは、ある意味、いいと言えばいいかもしれないですね。ちょっと話が、なんかどうでもいいことになっちゃったんですけど、たまたま今3月14日だなって思ったんで。最近もう、暖かくなってきましたけどね、もう3月中旬なのでね。でも急に寒くなったり、寒の戻りが、日によってはあったりしますよね。だから油断してると、あれ今日寒いな、みたいな感じになったりとかして、季節の変わり目ってね、風邪もひきやすかったりとかするので気をつけなきゃですよね。やっぱり急激に気温が下がったりとか、上がったりとか、あとは気圧とかもね、変わると思うので、そうするとやっぱり自律神経が乱れてっていうことが発端で体調を崩すっていうこともよくあると思うんですよね。で、さらに、私とかだとね、今まさに、更年期症状が出るタイミング真っ盛りなので、今ちょうど閉経もうすぐ迎えるだろうなっていうくらいなので、そのいわゆる更年期と呼ばれるね、症状をね、ここ最近私も体験するようになって、なんかそうするとね、やっぱり季節の変わり目とかで、ただでさえ自律神経が乱れる状況になっている時に、更年期でさらに自分も自律神経乱れるみたいな感じだとね、結構ね、少しあっちゃこっちゃさせられるっていうかね、体の中がわちゃわちゃさせられる感じはしますね。寒い。なんか妙に内から冷えるんだが、みたいな。と思ったら、気がついたら今度はほてりがパーッと来て、で、そのほてりもだいたい2、3分くらいで収まるので、みたいなね。なんか最近感じるのは、更年期ってほてりというこの熱くなるっていうイメージばっかあったけれども、結構冷えもあるんだなっていうのを感じました。自律神経の乱れによって体温調節がうまくいかなくてっていうことでほてりが起こるのであれば、その反対、寒くなってしまうっていうのもあるんじゃないのって思ってたんですけども、実際それを最近感じてるので、これは更年期で冷えとかね、そういうのあるのかなっていうのをググってみたんですけれども、ぼちぼち書いてありましたけども、ホテルみたいにね、フォーカスされてなくて、探せばあるぐらいの感じだったんですけども、私の体感的にね、この実体感的に、この、なんていうか、外が寒いから、今すごい体がブルブル冷えちゃうっていうよりも、なんか外の外気の気温に対して自分の体の内側からゾワゾワと冷えが上がってきて、寒いっていう感覚。これは多分自律神経の乱れからくる、いわゆる更年期症状の一つなんだろうなっていう気がしました。
なんだろう、感覚として似てるのは、風邪のひき始めに熱が上がる時に、この体の内側からブルブルっとこう寒さがこう来る、いわゆる悪寒。そうそう、悪寒っていう表現が合ってるかも。寒いっていうよりも悪寒。内側からこう冷えがブルブルっとくる感じ。そうそう、あれがもしかしたら感覚がいわゆる更年期の時のこの冷え、自律神経の乱れによって起こる体温調節がうまくいってない、この体がわちゃわちゃしちゃってる時の冷えなのかななんて思ったりとかしましたね。だからこうやって体験していくとね、ああこういう感じなんだなっていうのがあって、まあ体自体は不快ではあるんだけれども、なんていうか自分自身を観察対象として興味深いなみたいな感じはありますね。だからまあなるべくだったらね、私も更年期症状あんまりこうひどい状態にならずにこう住んでくれたらいいなとは思ったりとかしてますね。そんな感じですね。あとは最近ね、こう YouTube とかをねこう見てて、あーって思ったのは、話は全然変わるんですけどね、こう私よりちょっと年上の女性今何歳ぐらいなんだろう、50何歳とかの女性の方がやってるチャンネルで、こう誰かとこう対談しておしゃべりをしているようなお話で、年代的にねいろいろ、更年期もあれば今後親の介護とかね、そういうのを今しててとかね、そういうお話をされてたんですね。で私もね50手前のアラフィフなわけですけれども、更年期、今自分が真っ盛り更年期ですけども、今後自分がねこうどんどん高齢者になっていくっていうこともね、ちらっとそろそろ高齢者になった時の私ってどんなんなんだろうなっていうような考えることはたまにあるっていう感じですね。特に心配してこう深く考えるわけではないんですけれども、それでその YouTube でこの対談をしてたその配信者の方がなんかのあれで VIO 脱毛っていう話をし始めたんですね。VIO 脱毛ってやってる人いるけどどう思うって。みんな分かってる方は思うんですけど、 VIO 脱毛っていわゆるアンダーヘアの脱毛ですね。こう股の間、股間の間から、お尻の方まで、つまりこのアンダーヘア全体の脱毛のことですね。で結構最近ちょこちょこ聞くと思うんですけども、この中高年層、お年がいってる方がこの下の脱毛をするっていう話、ちらほらここ数年結構聞くようになったなって思って、ちょっと興味深いなとは思ってたんですね。この下の毛をねツルツルにするっていうのは結構若い子でもそこそこいると思うんですけども、なんと中高年の方が今後介護に備えてツルツルにするっていうね、そういうのがあるっていうのをちょっと前、何年か前、2年くらい前かなに初めて知って、ちょっとへーって思ったりとかしたんですよね。でちなみに私は VIO 脱毛は別にしないっていう派なんですけれども、なんかその VIO 脱毛を、自分がねこう高齢者になってしまった時に、いずれこう介護される側になった時に、この介護する人が大変だから迷惑かけたくないからっていう理由で、この配慮としてVIO を脱毛するんですって。なんかって最初聞いた時に思ったんですけど、こう2年ぐらい前かな。でもそういうのがねやっぱり今でも結構っていうか、どうなんだろう、多くはないかもしれないですけど少なくはないと思うんですけども、結構そういうのがあるらしいんですね。でその YouTube での女性の方がそのお友達と対談してるお話の中では、その2人はねVIO 脱毛はしないっていう話にはなってたんですけれども、結構聞いたりとかするんですよね。全然関係ない別の YouTube チャンネルとかでもその配信者さんの男性が、自分もね今
VIO 脱毛通ってるんですよとかいうなんかの話の流れで言ってたりとかして、この人は VIO 脱毛やってんのとか思ってね、ちょっとなんかそういうのそういうタイプなんだ、そういうタイプっていうかね、別になんかそれがこういうタイプですああいうタイプですってそのストレオタイプがあるわけじゃないんですけれども、なんかちょっと語弊があるかな。なんかあんまこういうのを言ったらどうかなと思うんですけど、私 VIO 脱毛って、中高年の VIO 脱毛って、いわゆる、こう、マーケット戦略でしょっていうふうに最初からめっちゃ、うがった考えっていうかね、私は何でも結構そういう目線で見てしまうもんですから、って思ってたんですね。やっぱり例えば美容業界脱毛業界とかで脱毛って言ったらね、やっぱり若い子、今はねこの中学生くらいから脱毛したりするって言ったりしますよね。でその高校卒業する時親からね脱毛代金でお金をもらうとかね、そういうのも聞いたりしますし、もう今はね脱毛をねなんだろうカジュアルにできるようになったわけですよ。で私もねそれはすごいアンダーヘアをするかどうかは別として、例えば脇の脱毛とかね、あとはビキニラインとかね、それくらいとかだったら、逆にした方がいいんじゃないかなって思うんですよ。やっぱりねそれによって時間とかいろいろかかるっていうのはね、何年も何年もそれに時間を費やすのはすごくコスパが悪いので、永久脱毛できてしまうのであれば、脇とビキニラインとか、あとは足とかかな、そういうのは脱毛してしまった方がこの先の生活だいぶ時間を使わずに済むっていうのがあるので、それはいいんじゃないかなって思いますね。だから今の若い子たちがもうなんていうか脱毛がそんな金額もそんな大してすごい高いわけでもなく、しかももうすごく世の中に広まってて、安全性とかもすごくもう脱毛って言われてからも何十年も経つので、それが気軽にできるようになった時代に生きてるっていうのがめちゃめちゃ羨ましいなっていうふうに思いますね。私が20代の頃とか結構脱毛したいけど結構それで悩んだ記憶があります。その頃は医療脱毛とかね、そういうのもなんか一般的ではなくて一部のそういうところに行けばできるとかね、あとは雑誌の記事で雑誌でよく女性セブンとかね、週刊現代とかねそういうやつの記事とかで脱毛でこういう被害が起きたとか、今現在なんとか脱毛は何十何万かかるとかね、そういう記事とか見て結構一般的ではないなって思ったりとかしたんですよね。そうそう。それでもね家庭用の脱毛のやつを買って試してみたりとかしたけども、全然やっぱりやっぱ今と技術が違うんで全然脱毛うまくできなかったりとかして、でそれでね私がもう30代後半にまではなってなかったかな、30代半ばぐらいに買った家庭用の医療脱毛とかは結構もう性能がその頃には進んでたんで、私足の脱毛膝下くらいの足の脱毛はこの家庭用の自分で買った脱毛器でできて、すごくそれは楽だなと思いました。ちなみに脇の脱毛はアラサーぐらいの時、31、2ぐらいの時かな、友達がやったっていうところでなんだろう医療美容ちゃんとしたお医者さんでやりましたそう、それで何万円かはかかったけど、多分10万円とかはかからなかった気がしますね。エステとかでやる脱毛よりも、やっぱり、医療脱毛の方が、ちょっと信頼性が起きるなっていうのもあったんで、そっちでしたんですけれども、すごく楽になりましたね。もう、だから、脱毛っていう技術がある今の現代、若い子羨ましいなって思います。もうあの頃から私ノースリーブとかね、20代の時思いっきり着たかったなって思いますけど、どうでもいいんですけど、ちょっと話がそれちゃったんで戻しますね。で今中高年の VIO 脱毛ってやっぱり
すごいマーケティング商法だな、商法は同じこと言う、だなってちょっと思ってしまっちゃったりとかするんですよね。別にそれが悪いわけじゃないと思うんですけれども、結構やっぱりなんていうか、なぜそれが必要なのかっていうところが、介護者に迷惑をかけたくないですよねとか、あとは相手に対する配慮ですよねとか、そういうのってものすごい強い心理をついてきますよね、このマーケティング上の。だからそれを言われるとねっていうところが、すごいところをついてるなっていうふうに個人的には思ってて、でやっぱりこの脱毛ってさ、やっぱりこの介護での脱毛っていうようなアイデアがない限り、ぶっちゃけ中高年になったらもう脱毛なんかどうでもいいじゃないですか。手足出さないじゃないですか。ビキニなんか着ないじゃないですか。ビキニっていうか水着なんか着ないじゃないですか。そうそう、だからノースリーブとかも着なくなるじゃないですか。やっぱりあんまり特に日本だとね、肌をあんまりたくさん出すのはちょっとみたいな、そういう風習みたいのがあるじゃないですか。ある程度お年になったら膝下、スカートとかでも膝上は履かないとかね。でもだからもうお洋服とかでも T シャツでもノースリーブとか着ないとか、着ても上に何か羽織物をしてるとかね、そういうのって多いですよね。だからあとは単純にもうお披露目する相手がもういませんみたいなつまりこの繁殖期が終わってるわけですよ、生物として。美しい体をお披露目して、それを使う必要がなくなったわけですよね。だからその美しさを保つ必要がないわけですよ。で美しさでその特定の相手のみならず、ある程度複数の相手を自分がよく見せるために着飾るあれもないわけですよ。何言ってんだって感じなんですけど。なので、基本的にやっぱり若いというかね、例えばもう、ちょうど私くらいかな、もう40後半くらいになったら、なかなかもうさすがにね、脱毛で全身とっても綺麗にして隙のない状態にするとかいう必要ってないわけじゃないですか。なんか別に今はもうね、やっぱり腹巻き巻いてあったかくして、靴とかもしっかり歩けてとかね、そういうのなんて、だからそういう脱毛とかもう別に今更いいわみたいな感じになってくる状態だと思うので、だからその脱毛のターゲットって若い人たち向けへのターゲットじゃないですか。でもそれが今度介護脱毛というワードを使うことによって、その脱毛のターゲット層が思いっきり広がるわけですよね。いやー、そしたらね、いいじゃないですかっていうことになりそうだなっていうふうに思ったりしました。ごめんなさい。この VIO 脱毛ね、そうね、悪く言うつもりはないんですけれども、でもね、ちょっと調べてみたんですよ。いろいろ YouTube とかで VIO 脱毛とかそういうの話が話題に出てるのとかのコメント欄とか、もしくはいろいろ記事とかを見たところ、介護士の方とか、あとは看護師の方とかのコメントが結構あって、ちょっと面白いなと思ったのは、まず介護、この下の会話をする際にその脱毛してあった方がいい、それの方が脱毛されててよかったですっていう風に書いてあったコメントは一個もなかったんですよ。一個もってすごくないですか？なんか一個くらいはあっても良さそうな気がするんですけども、関係ないですとかいうのがすごく多くて、あとはお年を召されると皆さん毛が薄くなってきますし、そこで全然ツルツルの人とそうでない人で、その介護における手間でこうだとかそういうのを感じたことはありませんとかね、そういうのばっかだったんですよね。
で、その衛生面でどうだっていう話もあると思うんですけれども、ただそれもね、別にそんなことないっていうことが書いてありましたね。で、その衛生面とかに関しては、そのコメントだけじゃなくて、私ちょっといろんな記事とか、そういうの書いてあるのないかなと思って、ちょっとググってみたんですけれども、あの、VIO 脱毛するメリットデメリットとか書いてある記事があったんですね。その記事をその書いてある元がどこかによってどっちに有利に書くかっていうのは変わってくると思うんですけども、さてここでデメリットなんていう風に書いてあるのかなって思ったら、恥ずかしいとかね、脱毛するとき恥ずかしいとか、少し痛いとかね、そういうことしか書いてなかったんですよね。ちょっと私びっくりしちゃって、なんかこれいかにもそんなん当たり前だろうみたいなことを書いて、実質デメリットという部分は書いてないじゃんっていうか、一番書かなければならないことっていうのは、その毛があることによってそのかぶれとかそういうのを防いでいたりとか、そこが一番なんかそれがなくなってしまうっていうことが、すれとか摩擦とかね、そういうのを毛が守っているとか、それがなくなってしまうっていうか、一番書くべきはそこなんじゃねえのって思ったんですけど、そこは書いてなかったんですよね。施術する時痛いっていうことと、あとは一回してしまったらもう元に戻すことはできないとかね、なんだこれ、ちょっと笑っちゃったんですけどだからなんか実質デメリットは書いてないなっていうふうに思ったりとかしましたね。その世の中に出回っている情報とか記事とかね、論文でさえ私は100% 信じないっていうね、ちょっとね、そういう曲がったというか、ちょっとハスに見るタイプなんですけれども、やっぱりこう、あとはその記事がどこが書いているのかとか、あとは依頼している、その記事を依頼しているスポンサーはどこなのかとかによってね、こう変わってくるだろうから、そこをちょっとチェックしながら見ちゃうっていうかね、なんていうか、こうやっぱりこう分かりやすい例で言うと、例えば私がコーヒーについて、コーヒーが体に悪いという記事を書いてくださいって言われたら書けるし、コーヒーが体にいいっていう記事を書いてくださいって言われたら書けるんですよ。で、多分どっちも嘘ではない事実、本当のことを書けると思うんですね。ただ印象操作になるような書き方はすると思います。コーヒーは体にもう悪いんです、全面的にとは言わないですけど、コーヒーってそうか体に悪いんだっていうふうに読んだ人が思えるような印象操作で書く。ただ事実ベースでは間違ったことは書いてないと。で、今度は逆にコーヒー体にいいんですっていうのはね、コーヒーは体にいいんだって読んだ人が思えるような事実ベース、間違ってないことを書くことはできるんですね。ただ間違ったことは言ってないけれども、印象操作になるようにちょっとこう考えながら書くだろうなっていうふうに思いますので、だからなんていうか、こう私もね、この VIO 脱毛がいいとか悪いとか、そういうのをそういうのをジャッジできるタイプではないし、あとは結構個人差もありますよね。私はその方が自分自身が気持ちいいっていうかね、気分がこういいとかね。そうそう、あと一つちょっとこれ大事なポイントだと思ったんですけど、その介護士さんとか看護師さんのコメントであったのが、そのアンダーヘアがあるなしよりも大変なのは体重ですって言ってました。太っているっていう肉がこう厚いとか、あとは単純に重いっていうのがとにかく大変だって書いてありました。で、これはコメント1個じゃなくていくつか見つけたような気がします。だから介護士さんたちとか、もしくはご家族の方が介護されるかもしれないですけれども、迷惑をかけたくないとか、あとは負担になりたくないとか、相手に対してのちょっとね、そういう気遣いだっていうふうに考えるのであれば、毛よりも体重みたいです。だから少しでも
重くなりすぎないようにとかね。もちろんね、そのめちゃめちゃ頑張って超すっきり痩せる必要はないと思うんですけども、必要以上に体重が重いっていうのは介護する方のだいぶ負担になるようなので、重いっていうことと、ちょっともう肉のカーテンが厚いとかねそういうことで、なのでそこを気をつけた方がいいんだなっていうのが思いました。あとは根本的なこととして、介護をされなければ、つまりおトイレとかのね、そういう介護をされない状態であれば迷惑をかけないわけじゃないですか。だから一番大事なのは足腰とかね、あとは基本的な健康をなるべくキープするっていうのが一番迷惑をかけないっていうことになるので、やっぱその順番をね、この現実的なリアルな順番を考えるのは大事かなっていうふうには思いましたね。ただやっぱりマーケティング的にね、その介護される方の立場に立って、なるべく迷惑をかけないようにとかね、思いやりとかね、負担が減るとかね、そういうマーケティング的なこのターゲットの人間がぐさってくるような部分を言われるとね、どうしてもっていうのはあると思うんですけれども、とりあえずまずは体重を必要以上に重くならないようにすることと、足腰とかね、いわゆるピンコロですよね。そんなにすっごいピンピンしてなくてもいいので、必要なんていうか、トイレに普通に自分で行けてっていうくらいで過ごせるようにはしておきたいなっていうふうにはね思いますよね。全体的な健康の底上げとかですね。もちろん何か大病何かでしてしまったとか、事故に遭ってしまったとか、そういうのはしょうがないので、そういう時はね、いろいろこの制度とか、そういう、介護士の方とかに、お世話になるっていうことになると思うんですけども、あとね、いろいろ記事をググってて思ったのは、実際にはね、要介護3くらいのレベルじゃないと、その下の世話とかはなかなか受けるには至らないというかね、らしいです。だから要介護1とか2くらいのレベルだと、なかなかね、今高齢者が多くて介護する側の人間も少ないっていうのもあるので、実質要介護3レベルからでないとそういうのはないというかね、してもらうのは難しいっていう現状もあるらしいです。なのでやっぱりね、自分でできる状態でいるのが、全員そう思ってるでしょうけど、一番いい状態なんだなって思いました。あとね、ちょっと話があっちゃこっちゃしてあれなんですけども、VIO 脱毛、この高齢者に対するした方がいいですよっていうあれで、あとこの毛の脱毛がね、この白が白くなってしまうとレーザー脱毛ができなくなっちゃうっていうのがあるらしいんですね。なのでやるんだったら早めの方がいいですよみたいなね、そういうね、このリミットをかざして50代とかね40代とかのうちにしときましょうみたいなね、そういうあれもあるらしいので、なんかねいろいろ読んでて面白くなっちゃった。ただ大体大まかな記事は介護士の方とか看護師の方がわざわざそういう記事書くことってないので、医療脱毛とかね、そういう医療脱毛じゃない、介護される時のために VIO 脱毛する必要はありませんとか、わざわざ記事に書くことはないじゃないですか。個人的なブログとかだったらあるかもしれないですけど、看護師さんとかが趣味でやってるブログとかね。でも大体そういう記事を書くその依頼元とかね、そういうのは何かのメーカーとかね、いろいろあるとは思うんですけども、するといいですよねっていう感じで書く方が多いと。それに対してこの YouTube とかね、そういう何かのコメントとかはね、単純に普通にただのコメントなので、そういうとこの方がこのリアルな現場の看護師さんとか介護士さんとかのコメントが多くて、やっぱりVIO 脱毛してあった方がいいですねというようなコメントが一つもなかったというのが結構面白かったかなっていうかに感じましたね。ということで、なんだろう今日VIO 脱毛の話になっちゃった
いやでも脱毛ね、もう本当に若い頃は私も毛に悩まされました私結構髪の毛もそうなんですけれども、結構なんていうかな、直毛で結構強い髪の毛なんですよね。なので太くて強い髪の毛、なんか結構なんだろう、髪質がいいと言えばいいんですけれども、でもね、他の部分のいわゆる無駄毛と言われる部分もそこそこ濃かったりするので、それがすごくコンプレックスでしたね。なのでね、本当に今の時代に若者だったらね、自分のお小遣いというかね、お給料の範囲内でちゃんと医療脱毛、ちゃんとしたところで脱毛もできるし、あの時時代があと10年20年私が遅く生まれてきてたらっていうふうに思ったりとかしますね。ということで、なぜか今回はアンダーヘアVIO 脱毛に対して喋ってしまいました。ということで、それではまた。